ゆっくりスクールへようこそ。ズンさんに長生きしてもらいたいのでお酒控えてほしい霊夢です。部員のマリサだぜ。今回は東宝プロジェクト制作者ズン氏が好きな東宝キャラクターをご紹介していきますよ。ズンさんがあんまりキャラについて語るイメージないからめちゃくちゃ気になるよ。若干考察もありますが、ぜひ制作者のお気に入りのキャラは誰か？その理由を紹介していくのでぜひ見ていってください。まずはじめに紹介するズン氏が愛したキャラは、三妖精のルナチャイルドです。三妖精の中でハズンさんはルナチャ推しなんだ。そう、めちゃくちゃ気になっていた三妖精の中で誰が好きなのか問題はルナチャイルドだったのです。まず三妖精とルナチャイルドについてですが、光の三妖精とは漫画東宝3月生の主人公であるサニーミルク、ルナチャイルド、スターサファイアの3人組を指した呼称です。光の三妖精の中の一人で月の光の妖精がルナチャイルドになります。容姿の特徴としてはチョココロネのようなくるくる縦ロールの髪型と地留めですね。完全にみんな大好きツンデレ妹ポジションじゃん。さらに料理も作れることができるという女子力の高さ。このように可愛いお爪に詰め込んだ可愛らしい子です。なぜか着ぐるみ担当でもあってよく着ぐるみを着るよね。彼女の能力は音を消す程度の能力。前回の原作の天才的な能力の活用で紹介したが自分の周りの音も消すことができるんだよな。また目撃情報によると、浴道で転んでいるところを見るとのこと。それわざとじゃないよね。夜中に一匹だけふらふら飛んでいるのを見たという情報が、夜になると活発的になるようで頻繁に目撃されるようです。夜に活発になるのは、妖精の中では珍しいとのこと。また珍しいところとしては新聞や本を好み、読書用のメガネまで持っているよね。コーヒーやフキノトウ味噌などの苦味のあるものが好きで、部屋にぬいぐるみや人形などの人工物を置いているなど、少々他の妖精とは違っているようです。確かにルナチャは特別感あるが、どうしてズンさんはルナチャイルド推しなんだ？それは板倉ネム先生の各東宝三妖精第一部で紹介されています。東宝三妖精の第一部って平坂誠先生じゃなかったの？そう、実はあまり知られていませんが、東宝3月生の初期は板倉先生版が初です。こちらプレミア化されていて、現在のお値段は1万以上する。めちゃくちゃ高いじゃん。そんな第一部でハズン氏のコメントのインタビュー記事が見られるのです。初期のインタビューとか貴重だな。3人の中で一番のお気に入りは？選ぶとしたらルナでしょうか。話の中で使いやすいんですよ。いじられ役タイプなのではら、コミック中でも完全にルナメインの話を作りましたし、彼女みたいに能天気すぎずにちょっと悩んだりとかするタイプの方がストーリーの主人公にしやすいですね。とのことで、ズンさんはルナチャイルド推しなんですよ。まさか優遇させたこともあるのかよ。第一部のラストではゆかりと出会い、ルナチャイルドに対してあなたが一番妖怪に近いという場面を与えられていますよ。そんな初期からゆかりと会っていたんだ。ルナチャイルドには何か重要な設定を盛り込んでいるのかもですね。確かに他の妖精と違って大人な口をしているし、よくこけるしで違っているよ。いやこけるのは体質なのかと。あといじられタイプで使いやすいのか。確かにルナチャって意外と素直に騙されやすそうな感じあるもんね。ズン氏もあの栗みたいな口が好みなんでしょうね。まああの口を嫌いにならない人はいないでしょう。ちょうど口の中に入れやすそうですもん。栗とは違う別の何かのことですか？続いて紹介するズン氏の推しキャラは八雲ゆかりです。ほう、でもなんかそんな感じはするよね。書籍なんかでもいろんな作品で出しているし。まず八雲ゆかりは、幻想郷を隔てる白霊大結界を創造した妖怪がゆかりとなります。霊夢は結界が緩んでいたり、一部欠けているところがあれば直ちに修理に向かう仕事をしている。つまり、白霊大結界に対して、霊夢は専務のような立場、ゆかりは社長のような立場と考えればわかりやすいと思います。ゆかりはその能力と来歴ゆえ白霊神社と白霊大結界にも関わりが深い。そのため幻想郷からなる東宝プロジェクトにとって非常に重要人物なのがわかるよ。そんなゆかりはズン氏のお気に入りキャラクターの一人。なぜなら投票期間、2003年の第2回東宝シリーズ人気投票では八雲ゆかりに1票を入れていたのです。ズンさんも参加していた時があったのかよ。そのゆかりに対するコメントと全体の順位は、14位八雲ゆかり109、84票。霊夢と共に結界の外を見る数少ないもの。境目に腰掛けるゆかりの、こちら側から見える姿を想像してはいけない。ヒント、お尻しか見えません。といったようにズン氏らしい難しいコメントとジョークを入れていますね。昔から変わってないな。若い頃からやはり賢いのが伝わりますよ。また東宝ステーションにてズン氏と仲がいいビートマリオ氏がズンさんの家を訪れた時に東宝ヨーヨームのファンタズム、つまり八雲ゆかりとの戦闘をプレイしていたらズンさんがこのファンタズムは伝説を作ってやろうと思って制作したと語っていたと言っていました。そんな裏話があったのか。ゆかりの弾幕はめちゃくちゃ綺麗だもんな。あんなの作るの絶対真似できないぜ。キャラクターデザインとかもすごいけど、弾幕の制作もえげつないですよね。特にヤバいのが最後に使用された弾幕結界。
くさび弾と青くさび弾を展開する完全固定弾幕。時間いっぱい攻撃を避け切ると取得となる耐久スペルカードだよな。だんだんと魔法陣を展開していく難易度ファンタズムにふさわしい鬼畜弾幕ですが、その美しさは歴代でも最高クラスで一番好きという方も多いでしょう。やはり伝説を作ろうとしただけあり、第2回弾幕部門でも投票されていますね。ズンさんのコメントと全体での順位は、1位ゆかり扇弾幕結界179票。弾幕結界とは、弾幕 STG と従来の STG との境界線です。なるほど、昔の弾幕シューティングと現在の弾幕シューティングを織り交ぜたのが弾幕結界なのかもな。ズンさんなりの思いが見えるコメントですね。やはりこの弾幕は人気投票でも1位だったんだな。あまりにも完璧すぎる弾幕構成ですからね。本当に天才的すぎますよ。この作品はアンダーテールの生みの親であるトビー氏も大きく影響を受けているもんね。それにしてもやっぱりこのキャラで伝説を作ってやろうと思ったキャラクターだけに愛着があるんだろうな。ミステリアスさもあり美しさ抜群だけど、可愛らしい部分を持っていて本当に素敵なキャラですもんね。なんといってもズンさんはゆかりのお尻がお好きなようです。いやそれそういう意味じゃないからね。続いて紹介するズン氏のお気に入りキャラはレイム&マリサです。やっぱり主人公組のこと好きなんだ。二人ともちゃんと溺愛していますよ。まずマリサについてはキャラクターが使いやすいと好評。東方外来異変のキャラクターに対するコメントでは、ズンさんが言うにレイムがミステリアスなので、彼女だけだと色々なことが説明できないから、フォロー役としてプレイヤーや読者に近いキャラとしてマリサはいるとのこと。昔は東方の中で一番わかりやすいキャラで、話を書くときにはマリサがいると楽と言っていますね。このように人間味あるマリサの扱いやすさを褒めていますよ。一番人間味あるキャラクターだけにやっぱり扱いやすいんだろうな。キャラクター設定的にも一緒にいると楽しいという設定のキャラだし、どこでも出せちゃうんだろうね。また第3回スペルカード部門では、11位のブレイジングスターに投票していました。ブレイジングスターはマリサを代表するスペルカードの一つだよね。ズンさんのコメントは、常時光ったり揺れたりしている画面が、ものすごく高揚感を煽る。というか疲れますぜマリサさん。といったように、コメントでマリサに対して呼びかけていますよ。おお、ズンさんがマリサに呼びかけるなんてめちゃくちゃレアだな。やっぱり好きなんだろうね。マリサが主人公のゲームも出しているし、やはりお気に入りなのは間違いないですよ。そしてレイムの方も非常に愛していますよ。レイムの方は確実で第2回人気投票ランキングで、3位の白霊レイムに投票している。おお、レイムにも投票したんだ。コメントがめちゃくちゃ気になるよ。ズンさんのレイムに対するコメントは、彼女に向上心がまるでなく、かつ類まれなる幸運の持ち主であることが、幻想郷の幸運です。と言っていますよ。コメントが深すぎる。レイムが幸運であることが幻想郷の幸運。レイムは白霊大結界の管理人であるので、レイムが幸せなら幻想郷も平和ということか、もっと感情的な意味合いなんでしょうね。実は第3回の人気投票でもレイムに投票していました。続けて入れるなんて相当お気に入りなんだな。人気投票ランキング6位白霊レイムに対するコメントは、ミコさんという肩書きに騙されがちだが、本当は人間、どんな肩書きでも役不足な人間など、なかなかいない。これは人の人生に対するメッセージ性が強いね。どんな人でも役立てることができるという意味合いのメッセージなんでしょう。それにしてもちゃんと主人公に投票してくれて嬉しいよ。本当に子供を見守るような思いでレイムというキャラを作っていそうだ。そう、実はレイムの名付け親はズンさんでもあることはご存知でしょうか？確かに他のキャラもそうでしょ？となっちゃいそうですが、レイムの場合は願いを込めて当てた名前なんですよ。ほう、どんな意味を込めているんだ？レイムには未来を通す余地できる子でいてほしいという思いで、レイムと名付けたと東方ステーションにて語っていました。待って、レイムって未来を見通す力があったよな。そう、その理由はズン氏が思いを込めて名前を付けた結果によって生まれたものなのだ。それはすごい設定だな。ちなみにズン氏は東方ステーションにてレイムのことをちゃん付けにして呼んでいました。本当に我が子って感じなんだろうね。二人とも親がいないようで、非常に素敵な親が実はいたということですね。続いて紹介するズン氏の推しキャラは日白残夢です。おお、まさかの新キャラクターじゃないか。そう、2023年に出した東方プロジェクト新作の東方獣王園のラスボスである残夢ハズンさんのお気に入りキャラクターだった。まず残夢は最新作東方獣王園のラスボス。東方獣王園のキャラだからめちゃくちゃ最近のキャラだよな。設定テキストによると不思議を極めた鬼。もともとは、この世の全ての道から外れた破壊層だったんだが、地獄に落ちてから話術で鬼たちと仲良くなり、そしてさらに鬼人化していったようだぜ。鬼は鬼でもインテリ系で、東方屈指の非常に賢いキャラクターの一人でもあります。残夢の性格はレイムと似ていると語られているだけあり、意外にも喜怒哀楽が激しいお方ですよ。そんな残夢の能力は虚無を操る程度の能力。同じくインテリのヤチエですら思いっきりこの能力の影響を受けてしまい、聞いたのめっちゃフレンドリーにヤチエだよだの言い出すようになってしまった。前回の原作の天才的な能力の活用法で紹介したがテンションが高い理由は一度上げることによって虚無感を作り出すためだよね。この能力の天才的な頭脳で三組長の地上支配を阻止していますよ。最終的には残夢はレイムを気に入り人間だった頃の自分に似ていると評価。
幻想郷は自分が管理しなくても問題ないことを知り、幻想郷の管理を彼女に託すことにしたのでした。カリスマ性あってかっこいいキャラなザンムはズンさんに気に入られているってマジなの？東方外来異変にてズン氏のインタビューによると、今のザンムは鬼ですね。すごくいいキャラクターができてよかったです。セリフも書いていて一番楽しかったですね。ザンムは何かを言っただけで勝手に周囲に影響が出る、くらいの存在感を持っているところが気持ちいいんでしょうね。獣たちを支配しているようで、支配してはいない。とのことで、いろんなキャラクターを手掛けたズンさんですが、その中でもかなり気に入っているようです。確かにザンムって悪役にも正義にも見れてちょうどいい感じだったしな。かなり気に入っているのがわかりますよ。結構ズンさんってキャラにつつくようなコメントが多いけど、ザンムには自信作というような雰囲気がありますよね。やっぱりレイムと似ているキャラだけあって、ザンムもおのずとお気に入りになっちゃうのかも。あと、昔からズンさんの東方に対する一つのワードに虚無があるらしく、ちらほら使っている時がありますね。例えば東方音楽作品の方では、大空魔術のネクロファンタジアの部分ではメリーとレンコが虚無について言い合ったりしています。また東方茨河線の最終回でも虚無の地獄を出したりと、もともと虚無というワードは重要設定だったようです。2023年ついにその虚無を体現するキャラを作れたので、推しているというのもありそうだね。ここまでザンムのことをしているとなると、やはり今後の活躍にも期待ができるな。早速格ゲー作品とか書籍の方で出すかもしれないので楽しみですよ。もしかしたら妖精大戦争2で出るかも。いや何役で出るつもりなんだよ。続いて紹介するズンさんのお気に入りキャラは、藤原のモコウです。まさかのモコ単演したを。やっぱりラストと思って気持ちを込めたキャラだけにお気に入りのようですよ。ラスト、それは一体どういうことなんだ？まず藤原のモコウについてですが、モコウは迷いの竹林に住む不老不死の人間。東方部門式によれば髪の毛一本でも残っていればそこから再生できるようです。AI 変後は迷いの竹林の原因でもある妖精たちに顔が利くこともあって、迷い込んだ人間を妖怪などから守ったり、妖怪退治もやっているようだ。腕前は相当なものらしく、妖怪退治は団体でやっていると思われているんだ。死なないこと以外は普通の人間ですが、1000年以上の長い時間を生きている過程で妖術を身につけていて、それを駆使して戦っていますよ。東方界のイケメン担当キャラだけど、ズンさんのお気に入りの一人なんだ。人気投票ランキング第3回ではモコウにも投票されていました。マジか、ズンさんが人気投票で投票したキャラなんだ。それで、コメントはどんな感じなの？第3回人気投票ランキング12位の藤原モコウに対するコメントは、人間だしね。でも何をもって人間とするのかを考えないと、不老不死の時点で人間と呼ぶのに抵抗がある。人間である一番の頼む虚は、人間であるという思い、DNA はその次である。なんかめちゃくちゃ深いな。これはモコウを使って私たちに対するメッセージ性が強いコメントですね。遺伝よりも重要なのは思いが大切だという意味なんでしょう。また望まない不老不死者のモコウに対するアドバイス的なメッセージもありそうだ。何をもって人間とするのかを考えないと、不老不死の時点で人間と呼ぶのに抵抗がある。どういう目的で、どういう思いで生きているのか考えないで生きるのは不老不死でも間違っているよということを意味しているのではと思います。短いコメントだけどメッセージ性が強すぎるぜ。なんといってもズンさんの中で東方プロジェクトは東方エイヤ賞で終わりの予定、つまりモコウで最後のキャラクターの予定だったのです。エイヤ賞がラストの予定だったの？確かにキャラクターがタップになっていたりと、ラスト感があるよな。その最後を飾るキャラとしてモコウを作ったので、やはり思いのあるキャラだったのでしょう。このように実はモコウもめちゃくちゃ推しキャラなんですよ。ズンさんからの応援もあるのでモコタンにはこれからも楽しく生きるか。いつか安らかに死んでもらいたいぜ。物騒だけど本人が望んでいます。ラストに紹介するキャラは魂魄ヨウムです。ヨウムもズンさんのお気に入りキャラなんだ。お気に入りどころかレイムと並んで一番好きなキャラな可能性が高い。マジで？一体どういうことなんだよ。まずヨウムは東方ヨーヨウム5面ボスで冥界の白翼楼に住む剣術指南役剣庭師で西洋寺ゆゆ子の従者です。そんなヨウムはレイムと並んでズンさんの中で非常にお気に入りのキャラクターの模様。理由は人気投票でレイムと同じく連続で投票されているから。みょんちゃんめちゃくちゃ嬉しいじゃん。主人公キャラではないヨウムをそこまでお気に入りってすごいな。人気投票のコメントも気になるよ。それでは第2回人気投票ランキング第5位の魂魄ヨウムに対するコメントは、唯一死んでも生きてもいないもの、割と理想的な犯人犯用です。いつも一緒にいるひときわ大きな幽霊は、実は彼女の半分です。おお、裏設定を紹介してくれているじゃないか。魂魄ヨウムについている幽霊はペットみたいなものだと思いがちですが、実はヨウムの一部だったのですね。そういう細かい設定も入れているところ、好きな理由の一つなんだろうな。続いて第2回人気投票ランキング第2位の魂魄ヨウムに対するコメントは、彼女がいないと、幻想郷の面々は何を言っているのかわからない場合が多い。彼女は
は通訳であり、それが会話の質をある程度わかりやすいレベルまで引き落としてくれる重要な人物でもある。なるほど。つまりヨウムは私たち人間視点に立ってくれるキャラなんだ。判例だけどね、幻想郷では妖怪が多いし、レイムやマリサ、サクヤなんかも人間ではあるけど妖怪じみているので、その中で唯一人間味があるキャラがヨウムなんでしょうね。だから重要人物としているんだな。確かに東方暴月賞とか見ると、みんな賢いし勘が鋭いから喋らなくても伝わってしまうみたいなことがあるが、ヨウムは終始なんでそうなるのみたいな疑問を抱いていて、一番人間味あるキャラでしたよね。まさか主人公ではないヨウムに連続で投票するぐらい好きだったとはびっくりだぜ。時期にさせることも多いしお気に入りなのが伝わりますよ。最近ヨウムの出番が落ち着いているので、この感じだとまた出してくれそうです。さて今回はここまで。今年の人気投票は誰が高い順位だと思うか、よければコメントで教えてくれよな。また歴代闇落ちキャラについてもご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。